ちょっと早かったかもしれないな。ちょっと早かったかな。はい。それでは、ちょっと1分ぐらい早かったかもしれないんですけども、時間になりましたので、始めさせていただきます。ドロと申します。よろしくお願いします。しまった。俺が自分のチャットが見れてない。すいません。いや、忘れてた。結局、YouTube の段取りがうまく自分ができていませんでした。チャットが、はい。いいですね。はい。ではですね、早速、これじゃねえわ。今日の、これですね。あ、そうそう、すいません。まず最初に前回の、岸田さんのライブだったんですけど、あれ結局幻って言ったのに見れるようになりました。何だったんだろうね。結局なんかあれみたいです。YouTube 側の誤作動っていうことらしいんですけど、何にも連絡がなくて、で、ただ注意でこう、非公開になりましたっていう話があって、で、1日経ったっけ、今日気づいたのか。今日気づいて木曜日のライブが、見れるようになったということになります。すいませんね。お騒がせしました。申し訳ありませんでした。はい。ということで、お話もそうなんですけど、最近 TikTok の方もちょっとね、なんていうのかな、センセーショナルというか、バイデンさんのことやいろいろこう、プーチンのこととかも書いて、ちょっとね、最近、警告があるというか、こう発信する側としてはね、いろんな話題を出していきたいなと思っているんですけど、なかなかね、こう、理解するの、アルゴリズムなので難しいなっていう印象であります。はい。それではですね、今日早速なんですけども、いくつか、話を、こう今、出してるのは退場の、内容というか、これ退場、レッドカードですね。今日ちょっと作ったんですけど、レッドカードについての話もね、特集でしていきたいと思います。どうも、しのめさんお疲れ様です。よろしくお願いします。すいません、幻じゃなくなったという話を最初させてもらいました。はい。結局、普通に今日、岸田さんのこと、ライブがね、できるようになりました。はい。それで実は今日最初ニュースこれ、二人出して、なんかもう最近笑っちゃうのは岸田さんの写真ってなんか、もやっとしてる写真が多い気がするんですけど、気のせいですかね。これ NHK のニュースの写真なんですけど、明日かなバイデン大統領が、日本を訪問して、23日、月曜日になりますかね。岸田さんと日米首脳会談をやりますと。はい。アルゴの罠ですね。罠にかかりました。はい。でも、YouTube は全然、ビビってないところはありますっていうか、今までそんなことなかったので、なんかの間違いかなーなんて思ってたんですけどね。はい。そうそう。せっかくなんで、しのめさん、ほら、もう今いらっしゃるのはですけど、ライブの件ってどうです？ネタがないとかって言ってたんですけど。で、実は今最初だから言うんですけど、サラさんも、ちょっと話、メッセージとかいただいてたんですが、サラさんちょっと時間的なところでね、結構、あと、ちょっとプライベート出すのが難しいということで、メッセージもね、いつもされていらっしゃったりするので、ライブ難しいかもしれないんですけど、しのめさんだったらこういう風に、やるのどうかなと思うんですけど、どうですか？僕のアカウントでちょっと交代してやったりとか、たまにやってみたりとかするのどうかなと思うんですけどね。結構ドライブとかでもあーだこーだ喋ってて、僕も
話題的には全然ほら、薄いっていうかもう僕もど素人ですし、はい、大したこと話してませんのでね、他の人の YouTube 見てああだこうだ言ってるし。ね、本当なんか、うまくできればいいなと思ってるんですけどね。はい。うん。まあ、ちょっと本当ぜひ、検討してほしいなと思います。はい。じゃあちょっと先進めますね。これどうしてもライブの方だと1分ぐらい話とこう、会話が遅れちゃったりするので、なかなかこう、リアルタイムで会話ができないのも難しいですけどね。はい。いつもちょっと、会話前後しちゃって申し訳ないです。それでですね、先にバイデンさんのちょっと話で、まあ、なんかね、あんまりこれ、今、なんていうのかな、取り上げられてないっていうか、かなと思ってます。はい。で、まあ、どんなことを話すかっていうと、多分、ウクライナ情勢のことは当然あるだろうと。うん。まあ、そうですよね。はい。から、まあ、これ珍しい。日英同盟っていう名前は、キャンプ中なら大丈夫かも。キャンプ中って何ですか？キャンプって何ですか？あ、わかったわかった。実家に帰るときってことですかね。北九州の。ね。あ、そっか。ドライブライブにすればいいのか。はい。ね。うん。本当僕もずっと喋ってるのちょっとあれだし、たまにはこう、なんか、僕もこう、チャットを入れる側っていうか、やりたいなと思ったりもするんですね。はい。すいませんね。これ、ちょっとこれ、NHK ならではのこれ、あったこれなんか、昔 NHK ってなんか、あれ今もそうなのかな？番組が始まるとき終了するときってこう、日の丸出てません？なんかその日の丸に見えました。はい。で、まあ、日英同盟を一層揺るぎないものするとして、まあ、中国などの念頭に地域の安全保障強化と書いてありますね。まあ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 。当然ここには次、中国のことも書いてありますね。中国の対応も主要な議題の一つとなります。まあ、日本がこれをちゃんとバイデンさんにこう、どういうふうに伝えられるかがありますよね。まあ中国がね、当然こう、今、地政学的に東シナ海とか、まあ南シナ海で海洋資源とかを含めたり、あと、自分でこう、ルートをね、太平洋とか、インド洋にこう、進めていけるように、まあ、貿易をね、進めていけるようにしたいっていうことで、かなりこう、海洋進出してますよね。日本はまあ、東シナ海ので揉めたり、尖閣諸島とかいろいろありますけども、まあ、南シナ海も結構やってますよね。ベトナムとか、インドネシアもそうかな。はい。まあ、アメリカがどれだけそれについてね、考えてくれるかってわからないですけどね。はい。台湾も書いてありますね。またそれから、北朝鮮。はい。夜中に部屋に喋ってる彼女に怒られる。なるほど。確かに、そっかそっか。そうですよね。いろいろありますよね。はい。なるほど、なるほど。僕も11時ですけど、11時でこんな元気に喋ってるおっさん、珍しいです。確かに。はい。いつまでできるんだか。でも声がね、やっぱりね、本当に遅い時間になるとこうしゃがれてきてね、なんか本当皆さんにご迷惑をおかけしてるかなと思ったりしますね。喋ることは嫌いじゃないんですけどね。はい。はい。それから、北朝鮮の、ソロキャンプ。そうなんですね。はい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 。なんか、そうか。
これって例えば、できるのかなこれ、そうか、これ、ズームとかで、なんかこう、みんなでできたりできるのかな難しいか。まあ、あんまりここ定着してる人ってか、そう適当にみんな来てますもんね。レギュラー的な感じは何人かいるけど、パネル出してやるのも面白いけど、そうですよね。なるほど。なんかうまくね、やれるといいなと思うんですけどね。はい。それで、なんだっけ。北朝鮮のミサイルのことも言ってるわけですね。これも、どうなんだろうね。で、あと、韓国もあるのか。韓国はこれ、韓国のことって、これバイデンさんは、あれなのかな？日米の首脳会談やった後、中国とか韓国に飛ぶのかな？アジアを巡業するんじゃないんですかね。ちょっと僕、この日程が分かってないですけども。韓国、宇宙政策とか書いてありますね。はい。それから、IPEF っていうのもありますね。ここが経済分野としては、アメリカが主導する新たな経済連携。これですね。インド太平洋経済骨組みについてバイデン大統領が説明して、で、岸田総理大臣も参加の意向で調整。IPEF はサプライチェーンの強化や質の高いインフラ投資の協力をされている。現時点では TPP のような関税の引き下げは対象になっておらず、岸田総理は TPP へのアメリカの復帰も引き続き働きかけていく。あんまりなんでしょうね。これ対中国かな。インド太平洋経済骨組みって何なんでしょうね。一体影響するんでしょうかね。これ首脳会談があってなんか調子上がるんでしょうかね。日本は期待が持てるんでしょうか。はい。ズームは有料会員じゃないとできない。そうだ。ズーム変わりましたよ。そういえば。変わりました。なんか、あれになりましたね。有料会員になりましたね。いろいろ。複数だと、僕有料だったですけど、僕から発信すればいいかもしれないですけど、ただ、なんかもっと厳しくなった気がしますね。あと、みんなでやるときに今いいのは、あれがいいと思います。Google Meet だったかなとか、あたりはね、使いやすいかもしれない。ちょっと僕日曜日の家庭教しています。Zoom から変えてるんですけど、割とカメラも綺麗に撮れてて。ただ、顔出しなかなかみんなね、するのどうかなと思うんで、いつかなんか考えたいなぁなんて思いますね。はい。はい。で、またちょっとすいませんね。気候変動問題。ということで、これまでの交流のことも書いてありますけども、思考を過去の日米首脳会談の NHK すごいですね。中曽根さんが出てますよ。あれ？違うか。なんか横にいるの岸田さんかと思ったら違いますね。中曽根とレーガンですよ。面白いですね。日米首脳会談。懐かしいですね。ブッシュ大統領と小泉首相。これはトランプと、そうですね、安倍首相がゴルフやってたりとかいうのありましたね。これ覚えてますね。どうなんですかね。今回も警備がすごいでしょうね。バイデンさんはとにかく警備がすごいと思いますね。はい。世界の終わりの日のために飛行機ってなんだ E4 なんだこれよくわかんないですね。はい。というのもありますということでしたね。
はい。はい。ということで、まあ、明日からこういうお話がちらほらと出て、どんなニュースになるか楽しみかなと思います。株価がね、月曜日やるから、どうなるかですね、期待が持てるんでしょうか。ね。日経は。アメリカ関係であるかわかんないですけどね。はい。はい。それではですね、これ前に、退場のことについて、今日のね、テーマこれ。退場のことについてね、ちょっとセンセーショナルな話じゃないですけども、まあ、皆さんももう長期積み立てやられてる方とか、は、こう、ずっとね、下がってく、どうしたらいいのかと思ってる人も毎回思ってるかもしれないんですけど、ちょっとね、こう、センセーショナルな、お話ですけどね。はい。あ、岸バイデンじゃ A が弱い。確かにね。まあ、トランプさんとか全然そうですよね。いいですよね。やっぱりキャラ的に、来るとね、リーダーシップが強い人の方がやっぱ強い。やっぱ、あれですね、もう変な話、例えば、北朝鮮とかも、やっぱりリーダーとかが強いからかわからないですけど、国の体制っていうか、まあ、社会主義国のいいとこじゃないんですけど、こういうトップが強く感じるというか、トップの影響力っていうことでね、まあ日本はもしかしたら、この先進国の中でも本当になんかトップの影響力がないというか、ほぼほぼみんな、岸田さんに対して呆れてたり舐めてるというか、空気が、てかあんまりこれ言ってると、本当に YouTube 大丈夫かなと思っちゃうんですけどね。はい。そんな気持ちはね、ありますよね。はい。はい。じゃあ、こっち行きますね。退場のことについてね、ちょっとお話を進めていきたいと思います。まずですね、この、記事をちょっと見つけました。これね、僕木曜日の夜に、こういう記事があるんだなと思って見て、で、金曜日に、これをちょっと土曜日話そうと思って、金曜日、相場を見てたんです。相場も途中寝る前まですごい落ちてったので、わわわわーと思いましたね。まあ、後でまたちょっと1週間のパフォーマンス話しますけど、まあこの題がですね、2022年インフレ株価暴落は個人投資家が全員退場するまで続くという嫌なお話ですね。まあこの理由もいろいろ書いてあるので、ちょっとこれをね、簡単に説明をします。このインフレ、暴落はいつまで続くかということで、記事の方で、まずここのチャートが書いてあるのが、S&P500 をちょっとおさらいしようということで、2018年、今これ俯瞰だな、これ。2020、今の、チャートになります。毎回僕も今見せていると思います。今3000。金曜日一時期3000、600っていうか行きましたよね。3600まで行ったのかな3000、ちょっと待ってくださいね。金曜日、これちょっと出しますか。3600まで落ちてないか。3800ジャストか。まで落ちたんですね。S&P が。はい。はい。という状態。原因はインフレと、皆さんも知ってる、アメリカの金融引き締めであると。いうことになりますと。で、ウクライナのこともあったんですけども、今 8%、インフレが 8% 超えてるから、まだまだ、4月のインフレも予想を上回ってて株価はまだまだ下落を続けているという状態は、ご存知の通りかなと思います。うん。でですね、この、結局今年もまだ落ちるだろう。じゃあ、どれぐらいまで落ちるのかっていうのは、やっぱり過去のことを参考にするしかないですよね。で、ここで検証しているのが、2018年で起きた暴落のことについてやっています。うん。この時も、2018年の時は、当時の倍の規模の金融引き締めをやっていたということですね。ここ。
当時この S&P 見ていただくと、2018年の、時っていうのは2月から当時まだ2900だったんですね、ピークが。2900から20% ぐらい落ちてるから2400まで落ちてますね。はい。S&P が。20% 近くは落ちています。はい。で、下落相場について今また比較されてるところっていうのが、このオイルショックのあった1970年代の暴落についても言われています。で、この時って2年間落ちてたので、50%、2年間で 50% 落ちてたみたいです。うん。ちょっとチャートが今ないですけど。で、今、この、2018年とオイルショックがあった、1970年代の2年下落があった S&P のちょっと参考に、この時に金融引き締めを、当然インフレがあって、金融引き締めをしたっていう年だったわけなんですけど、この今の下落の年初来 20% 落ちたっていうのはまだまだ実は下落相場の終わりとは言えないだろうっていう見方をしているそうです。はい。で、これ書いてあるものとしては、レイ・ダリオさんって有名だと思うんですけど、ヘッジハンドの。で、この方がちょっと言っていることの中で、いくつかのことを実は言っています。その株式がバブルかどうかを測る基準として何を言ってるかというと、相場が大きく上昇し、ホットな市場だと認識されたため、多くの新規素人参加者が流入していることっていうのがあるそうです。これギクッと思うんですけど、思えばですね、この去年、一昨年と、日本人もそうなんですけど、特にアメリカの S&P500 に積み立てして方がいいよとか、それからナスダックが上がってるから、レバナスとか買ってもいいよとか、それからビットコインが去年ね、上がってきて、ビットコインも上がるからいいよっていうことで、この2年ってすごい、YouTube もそうですけど、たくさんの方が、投資信託であったり、それから、ビットコインであったり、なんて言うんでしょう、S&P500 の積み立てであったり、増えたと思うんですよね。確か、レバナスなんかは、僕はちょっと知ってる記憶ですけど、2018年に、レバレッジナスダック100っていうのが大和証券から、投資信託としてできて、で、2018年にできたんですけど、その当時全然なかった、売上がね、20億だったかなんかだったんですよね。それがこの2年間で、100倍になったらしいんですよ。で、それで、ちょっと遅めになったんですけど、楽天証券から、昨年の11月に、レバレッジナスダック100っていうのが楽天から出て、この時にはもう遅かったんですよね。ピークだったわけですよ。だから、多分、新規の入ってきた人の最後っていうのは、ちょうど去年の暮れぐらいのピークのあたりに、まだナスダックを買うって言っていた人がいた。うん。で、僕はずっと昔からやっていたので、まだ本当になんか変な話、ちょっとほっといてる感じになってますけども。で、ここに書いてあることが、その靴磨きの少年っていうのがあって、これ何かっていうとですね、この金融市場で有名な逸話に、靴磨きの少年というものがありますと。ケネディ、大統領の、父親、ジョセフ・ケネディは有名な投資家だったと。株式市場が連日上昇する中、ある日、どうも、しめじさん、ありがとうございます。とんでもない。はい、全然、今日はちょっと耳の痛い話からまた、いつも最近すいませんね、させてもらってます。はい。ちょっと続けますね。すいませんね。どこまで連日、上昇する中、ある日、靴磨きの少年に靴を磨いてもらってると、その少年はケネディ氏が、有名な、投資家だと知らずに、
この株を買うと儲かりますよと話し始めたと。ケネディ氏は、少年のアドバイスをありがたく受け取り、家に帰ると保有していた、株式をすべて売り払った。そうですね。はい。そして、その後、すぐ1929年の世界恐慌による株価暴落が起きた。彼はなぜ、株式を売却したのか。株式と何の関係もない人生を送っていたはずの靴磨きの少年まで株式に熱中している状況をバブルとみなしたからであると。これもう聞いたときにですね、まさにビットコインなんかそうだなーなんて思いましたね。はい。バブルでしたね、去年。で、今が、ちょうど、米国株、去年の暮れまでが、そういうことだったんじゃないかななんて思うわけですよ。重要なのは、株価高騰とは新規参入者がいなければ続かないということであると。靴磨きの少年は明らかに一番最後に近い参入者だったのだろうと。バスに全ての人が乗り込んだらそれ以上乗り込んでくる人はいない。あとは落ちていくだけである。というちょっと言い方をしています。はい。バブルだったと思うんですよね。今は本当思いますよね。みんなが。ただ、これで、言えることっていうのはバブルかもしれないんですけども、またじゃあ、このままずっと落ち続けていって長期積み立ては難しいのかっていうと、ここで残る人は残り続けて、辛抱して残り続けていく人は、まだまだ、これをきっかけにして、積み立てとか頑張れる人はね、まだまだ春は長いかもしれないですけど、続くかもしれないって僕は思ってます。はい。まだまだ、下落は続くよっていうことは、言ってますけどね。で、このバブルの唯一の解決策っていうのはって書いてありますけど、膨大な資金の流入であると書いてあります。低金利のために流入していた本来ならば資金である。そしてこの部分はバブルである。今、ここですね。ここ。だが2020年アメリカで物価が高騰したために、これまでの株価を支えてきた低金利政策が続けられなくなった。緩和を続けるとさらにインフレがひどくなり、日用品価格が高騰し、誰も物を買えなくなるだろう。ちょうど今週ね、ありましたよね。ウォルマートとの決算、それからコストコ、日用品の株がね、バーンと落ちましたよね。コカ・コーラもペプシも。これ、兆しというか、ちょっと変な話。まだ下がるかもしれないんですけど、言われた通りの形。これ多分、まだこれ出したのが最近だと思うんですけど、ウォルマートとかの暴落はこれ予想してないと思います。こういう流れになってますよね。はい。もう、日用品が買えなくなる。もうみんな今、アメリカの方々は買い物しなくなるかなとか言ってますね。VTI と、VOO どちらがいいか論が散見されたのを見てめちゃくちゃ嫌な予感はしましたね。そうですね。はい。本当そう思いますね。はい。本当になんていうのかな。素人、私たちも当然まだ新しい身なんですけども、こういうことを、知っておきながら、でも積み立てをしていくよっていうことは大事かもしれないし、例えばはっきりした方がいいと思うんですよね。今僕もそのレバレッジ投資っていうのは、だいぶ今、アメリカの株とかもかなりやられてしまったので、損切りをさせてもらって今、生還してるところもあります。また、来年になれば、上昇してくるかもしれませんし、そんな中でね、アメリカの株を見ていきながら、
今起こっていることを、しっかりキャッチして、イデコみたいな僕は年金のやつはもうコツコツとやってるしかないので、下がってはいますけど、積み立てをしているような状態ではあります。はい。現金を、トレード用に多くは持ってると思いますけどね。はい。こんなことがちょっと書いてありますので、これでね、これからその、靴磨きの少年じゃないんですけど、どんどんもしかしたら、株式のことでもう売っちゃって全部なくて、もう値動き見なくて、YouTube 見ないでっていう人も増えてくるとかもしれませんけどね。まだ夏くらいまではね。でも、やっぱり、トレーダーとしてっていうよりも、勉強として、僕はずっとこれからね、見続けていきたいなとは思っております。儲かる儲からないとは別としてね。はい。そんな風に考えています。ただですね、ここばっかだといけないので、このお話が、このニュースがあった次の日に、実はね、投資軸の U さんって、いつも僕は長期積み立てとかで、あとレバレッジナスダック100とかである、この方がですね、ちょっと希望を持てる動画見られた方もいるかな？ちょっとこちらの方をね、見てほしいなと思います。これ、見ている方もいらっしゃいますかね。5月20日なので、昨日の、いつ出たんだろう。昨日出たのかなこの動画が。10分ぐらいの動画ですけども、少しでも、ちょっとこれは、来年の話ですよ。今年はちょっと辛いかもしれないんですけど、来年はもしかしたらいいんじゃないかっていう、こういうちょっと話があってもいいじゃないですか。ね。今年はダメかもしれないですけど、下がる時もあれば上がる時もあるよっていうことで、少しでもね、長期じゃないんですけど、希望が持てることが、やっぱ、ないとね、つまんないなと思って、こちらの方ね、ちょっと今日一緒にね、篠留さん見たんですね。ちょっと僕ね、実はこれ、チャット見てないです、中身を。ちょっと一緒に、すいません。10分ぐらいですが、見てもいいですかね。ちょっと行きますね。皆様本日もよろしくお願いいたします。まずは前回の動画のブラッシュアップをしていきます。音大丈夫ですかね。過去50年分のデータをご紹介しましたが、今回は過去70年分のデータをご覧いただこうと思います。こちらは S&P500 の年間リターンです。音は大丈夫ですか？過去70年間の勝率は 70% でした。50年上がって20年下がりました。非常に強いと思います。篠留さん早いな。70年間で2年連続マイナスリターンとなったのはたったの2回だけでした。1973年、74年の1回と、で、IT バブル崩壊の1回ですね。で、下落した年の翌年の騰落率はプラス 15% でした。下落した年の翌年をですね、はしめじさんありがとうございます。黄色く塗ってあります。これらの騰落率をすべて足し算して、平均を出したのがプラス 15% です。で、下落した年の翌年で計算しているので、1974年のマイナス 29%、2001年のマイナス 13%、2002年のマイナス 23% もしっかり計算に含まれています。で、あくまで過去のデータ上の話なんですが、2年連続マイナスリターンになることはとても珍しい。だから2023年はプラスリターンであると仮定するならば、2023年の年間パフォーマンスはプラス 15% 前後になる可能性が高いと言えます。しかし、プラス 15% という数字は、あくまで19年分の平均を出しただけに過ぎません。少し根拠が乏しいと。根拠が乏しい予想と言えます。根拠があるプラス 15% という予想に変えるため、でもこうすると本当に S&P500 のパフォーマンスってすごいですね。お話をしていきたいと思います。どんだけ下がらないんだ。まずは中間選挙と大統領選挙の関係についてお話をしていきます。よく出て、ヤフーファイナンス、あれですね、1970年から S&P500 株価チャートです。チャート出してあるんですね。1970年の中間選挙は、この株価の位置で開催されました。こんなチャート。1972年の大統領選挙はここです。
74年の中間選挙、76年の大統領選挙、78年の中間選挙、80年の大統領選挙。私が今日皆さんにお伝えしたい仮説はですね、中間選挙の時の株価と大統領選挙の時の株価を比較すると、大統領選挙の時の株価の方が高い、上がっている、まあまあまあ。このような関係ですね。これを提唱したいです。で、本当にこの関係が成り立っているのか、1982年以降も見ていきます。たまたまかな。1982年から1992年です。82年の中間選挙、84年の大統領選挙、86年の中間選挙、88年の大統領選挙、90年の中間選挙、92年の大統領選挙。やはりこの関係が成り立っています。あら。次は1994年から2004年です。94年の中間選挙、96年の大統領選挙、98年の中間選挙、2000年の大統領選挙。すごいですね、この感じは。2002年の中間選挙、2004年の大統領選挙。やっぱ大統領が期待されるのかな。大暴落がありましたが、この10年でもこの関係がしっかり成り立っています。2006年から2016年です。2006年の中間選挙、2008年の大統領選挙。ついにここで私が提唱した仮説と逆のことが起きてしまいました。リーマンショックか。で、2010年の中間選挙、12年の大統領選挙、14年の中間選挙、16年の大統領選挙。リーマンショック以外の2回はですね、私の仮説通りの展開となりました。よう見つけたな。2018年から現在です。18年の中間選挙、20年の大統領選挙。やはり大統領選挙時の方が株価が高いです。私が今日分析した過去13回分の中間選挙と大統領選挙の関係をまとめると、大統領選挙時の方が株価が高いケースは12回、一方その逆はリーマンショックの1回だけでした。で、私の仮説を前提とするとですね、今後2年間の株価のイメージは、このような位置関係になります。5000。で、さて、中間選挙と大統領選挙の関係は分かりましたが、冒頭にお伝えした2023年の株価パフォーマンスはプラス 15% であるという根拠、この説明がまだされていません。次のスライドでご説明していきます。こちらの資料の見方をご説明します。なんか勉強になるな、これ。歴代の大統領の名前と就任した年が書かれています。で、各大統領が就任した1年目、2年目、3年目、4年目の S&P 面白いですね、これ。が書かれています。で、非常に面白いアノマリーがありますので、ご紹介していきます。大統領就任1年目の平均騰落率はプラス 7.9%、2年目はプラス 3.8%、3年目はプラス 16.8%、4年目はプラス 7.0% です。で、過去70年の平均はですね、8.8% です。で、今回平均の出し方は期間平均ではなく算術平均で行いました。なるほど。で、皆さんがよく目にする S&P500 の平均上昇率は 7% ぐらいというあの数字は期間平均で計算されています。なるほどね。過去70年の期間平均は 7.4% でした。このデータでまず目を引くのは就任3年目の株価パフォーマンスが群を抜いていいということです。プラス 16%。逆にですね、就任2年目の成績は全く冴えません。ダントツに悪いです。で、就任3年目の勝率、こちらをご覧いただきたいんですが、就任3年目の勝率はなんと、配当を加味したら 100% です。たった10年遡って勝率 100% と言ってるわけではなくて、70年遡ってデータを集計して勝率 100% と言っているので、3年目の株価の強さはたまたまではなくて、私はですね、本物であると思っています。で、3年目の他に4年目もめちゃくちゃ強いです。4年目の勝率は 82% です。リーマンショックのですね、マイナス 38% がありますので、平均騰落率は
大したことないように見えますが、なるほど。リーマンショックという特殊要因の下落率を除いた場合、このマイナス 38% を除いて計算した場合、4年目の平均騰落率はプラス 9.9% です。いや、なんかこれだけでもなんか希望を持てて嬉しいですね。3なんか4年目の株価は違ってても非常に強い可能性があるはい。と私は思っていまやっす。ぱそこまでです。まとめです。ポイントうー1、ん。S&P500 が2年連続マイナスリターンになることは非常に珍しい。ポイント2、マイナスリターンの翌年は株価が大幅上昇することが多い。平均でプラス 15%。ポイント3、大統領就任3年目の勝率は 100%。ポイント4、大統領就任3年目のパフォーマンスはプラス 17%。以上のデータから今年の終値が例えば4200ポイントだった場合、これみたいな。2023年の終値4900ポイント、いやー、5400。ポイント、このようなシナリオが考えられます。そして中間選挙と大統領選挙の位置関係はこのようになります。で、今回の計算はですね、平均騰落率を単純に掛け算しただけにすぎません。当然ですが、上振れ、下振れがあります。マーケットの雰囲気が良ければ、上振れて着長して、で悪ければ、このようにですね、下振れで着長します。ただ、少なくとも来年はですね、私、プラスリターンで終わると考えています。2023年の見どころは、景気減速懸念 vs 最強アノマリーです。もし来年株が下がったら、それはそれで歴史的な瞬間に立ち会っていることになります。1953年以降の大統領就任3年目、勝率 100% なのに、来年マイナスになったらもう逆に笑っちゃいますね。本当ですね。アノマリーの法則崩れ、もう今来るかよって感じですね。でもこんなに強い根拠があるのに、来年マイナスリターンで終わりそうだったら、2023年末にですね、投資塾のオフ会でも開いて、みんなで飲みながら株の愚痴でも言い合いましょうか。面白いな僕に対する非難が殺到しそうで、ちょっと怖いですけど。はい。いや。そうならないことを祈って、こ本の動画を当ですね。締めたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いやー、もう、これぐらいの、別に藁をもすがるじゃないんですけど、でもトップが、変わる時とか、それ3年目はちょっとびっくりしましたね。さすがに。すごいデータ持ってきましたね。なるほど。だからか、ニュースになってたんですよね、これが。はい。でも、なんか今年はもう、ダメだっていうのが、やっぱり分かってて、どっかでね、もう、こんだけ悪いのが。でも、来年こそはって、今だからみんな長期で積み立ててる人もさすがに、まだ新しく始めた人とかで、1年2年、暴落していて、S&P500 を信じられるかどうかっていうのは、あると思うんですけどね。だけど、そうですね。もし来年これでうまくちょっといくようだったら、少し安心するっていうか、やっぱり S&P で積み立ててよかったなと思える時がね、来るかもしれませんよね。ただ、本当は、あれではないです。皆さん、長期で本当知ってる人っていうのは、最後の出口の時に上がればいいわけで、それまでは、ね、ずっと上がりきっていく、コツコツ、積み立てをしている人にとっては、自分が、お金に変える時が問題であって、お金が変える必要がない時には安く買えた方がいいっていう考え方はしますので、多分短期間で考えている人とか、もう、なんていうのかな、もうすぐに売らないと生活がとかいう方とかね、はやっぱりこういうの見てもね、かといってもやっぱ下がってるのは辛いと思うかもしれませんけどね。はい。ありがとうございます。いや、もう本当にいいお話でした。はい。今回は一応、変な話、こういう希望のある話もしきつつっていうか、今
今年ね、どこをボトムにするかっていうのも、まあ一緒にね、もう見ていくしかないんじゃないかなと思ってます。それではですね、ここからですね、今日、いろいろ振り返りをしていきながら、今週の、特に今回今日コモディティについていろいろちょっと見ていきたいなと思います。結構ね、チャートを書いてきたので。まず最初に金曜日の、株の動きをちょっと確認していきます。いや、僕ね、知らなかったんですよ。寝ちゃったから、金曜日、ナスダックと S&P がここまで戻してると思わなくて、ちょうどね、もう、えらい下がってきたなっていう時に寝ちゃったんですよね。何時ぐらいだと2時ぐらいだったかな。もうこれ先物見た時ね、うわわわーと思いました。またかよ、と思って。で、寝ちゃって、今日見たら戻ってたので、なんかあったんですかね、これ。はい。V 字に戻りました。戻ったっていうか、まあ、元に戻った感じです。はい。で、昨日、結局金利の方も下がって、今金利下がってますよね。はい。下がっている状態であります。はい。それで、金曜日他の世界の動きはというと、篠宮さん、投資なんてそんなものって書いてる。まあね。そうですね。はい。まあ本当にこう、投資を含めてね、楽しんでいきたいなって思います。下がってる時でも、本当に僕の場合も年金がどうなるかぐらいな感じで、ね、今日明日の話とかじゃない10年、15年の話かなと思ってますので。その時のね、未来の方が楽しみですね。はい。まあ、ボケててば嫌ですけど、健康であって、まあ、ちょっと、まあ、未来の話になっちゃうんですけど、株価もそうなんですけど、やっぱ、あれですね。自動運転ができる世の中は体験したいですね。死ぬまでに。別に火星行きたいとかそういうのはないですけどね。はい。なんかこう、ハイテクの便利な世の中をもっと体験したいなとは思いますね。あとなんか、やっぱ教育とかも、ハイテクのなんか使って、まあ、なんかできないかなとか、そういうのも感じますね。教育関係でいるので、そういったところに何か入ってくるものはないかとか、タブレット見てやるぐらいとか、今のね、人間が動かすっていうよりもね、AI やいろんなものが動かしていったり、便利なものを使っていけるかっていうところがね、楽しみかななんて思ってます。はい。脱線しちゃいましたね。中国の方と香港は戻しております。最近ね、今週1週間また見ますけど、中国はちょっと戻しましたね。はい。韓国もちょっと戻しました。インドはね、戻しきれてません。まだまだです。ヨーロッパはね、また後で1週間の見ますね。これ、金曜日の動きなので、金曜日あんまり動いてません。はい。はい。特に金曜日で世界で動きがあってっていうのは特になかったと思います。ボラは、ブラジルはちょっと高かったですけどね。はい。そんなとこです。コモディティ見ます。コモディティは相変わらず面白い動きをしていますね。原油も面白いですね。これ上昇トレンドですね、絶対。はい。天然ガスはね、高い位置からちょっと今なんか、どっち行くかわかんないです。でも確実に長期で見てると天然ガスは上昇トレンドです。はい。ただ、ボラがとにかく高いので、レバレッジをかなり低く抑えないと上昇トレンドとして見てられないっていうかね。という状態。あとゴールドはシルバーがすごい今安い位置にいますね。これ 21.6 ってかなり安い位置ですよね。ゴールドはそうでもないですけど、シルバーがかなり安いと思いました。で、ちょっとここが変わってるのが、大豆とコーンの
上がり方っていうか、まあ、これ1日だけですけど、大豆はもうかなり高い位置に来てます。一回ちょっと売られるかなと思いました。で、コーンがちょっと下がってます。大豆とコーンがちょっと別の動きをしてます。コーンと、小麦は同じような動きをしています。はい。まあ、ここ、大豆、コーン、小麦、いつも注目をしています。はい。ビットコイン動いてます。いやー、ひどいです、今週も。ひどい。今はまあそんなに動いてないですけども、3万ドル。ビットコイン3万ドル。イーサリアム2000ドル。いやー。もう、塩漬けって感じです。はい。まあ、たくさん持ってるわけじゃないけど、でも、まあ、ステーキングとかして、ホールドしてるので、いやー。もう、やっぱこういうのも、じいじい見ていくしかないですね。現実を受け止めつつ、まあ、レバレッジかけてるわけじゃないのでね。あれですけど。はい。まだまだわかんないですね。3万。みんななんかビットコイン3万ドルが一つ節目かなっていう話は出てますけどね。はい。はい。そんなとこです。1週間のパフォーマンス見てみます。これヒートマップの1週間です。やっぱ今週1週間はテスラがすごかったですね。やっぱテスラついに663ですから、S&P500 に入ったぐらいの位置まで下がって、なんかあれですね、テスラが SP500 じゃなくって、今度代わりに GM がなんかが組入れで入るんですかね。自動車のところは。なんかそんな話をちらっと聞きました。いや、テスラ、まあ影響力大きいですね、相変わらず。こんだけ下がっちゃうと。苦しいですね。半導体も、NVIDIA も気がつけ166ですもんね。半値ですからね。きついと思います。もうみんないつしか底値を探ることをしなくなった気がしますけどね、このあたりは。いつがボトムだって言わなくなりましたよね。はい。で、今週ショックだったのがこのウォルマートとコストコ、ターゲット。ターゲットっていうのはすごいですね。29%。ディスカウントっていうか、こういう日用品で 29% ってやっぱ聞いたことないですね。はい。個別株って本当に決算ってこんだけ怖いんだなって今年すごい思いますね。この2回ぐらい。はい。ここがきっかけでしたよね。でまあ、インフレの本当一つの象徴というかね、日用品をみんな買わなくなってきたっていうか、財布が厳しくなってきたなっていうのがすごくこのチャートに現れてるんじゃないかなと思います。コカ・コーラでさえも 7% 落ちてますもんね。7% 大したことないんですけど、でも、コカ・コーラみたいな安定したディフェンシブ銘柄でこんだけ落としてますもんね。まあ珍しくファイザーがプラスでした。プラスのものを言っていくと、まあエネルギーはエクソンモービルが確か過去最高値を行きましたのでね。いや、すごいですね。はい。エネルギーまだまだ上見ていいのかなって気はしますね。120ぐらいまで、120ドルぐらいまで見ていいんですかね。はい。あと、ヘルスケアはあんまり変わってません。メルクがプラスでしたね。ファイザーとね。はい。ハイテクなんかもう紹介するまでもなく真っ赤ですね。はい。いや、でもちょっとこのアップルも厳しい気がしてきました。あれなんか決算がありませんでした？どこだったっけ？シスコ？これシスコ載ってないのかな？どっかにないか。シスコがこけたんですよね、確か。だからシスコとかなりアップルって似てますよね。サプライチェーンの問題で。ちょっとまだアップルまだわからないですね。はい。そんな気はします。はい。今週。で、これ、アメリカの1週間のヒートマップで見ていただくと、大型株がね、この
上の大型株は売られているのがすごいよくわかりますね。下の方は、細かいところは、ちょっと、なんていうんですかね。小型株とかはプラスになってるのもありますよね。はい。で、世界のやつを見るとですね、これ世界の方ですね。1週間。世界のやつを見ると、アメリカより全然いいです。ブラジルも見てください。プラスが多いですよね。はい。カナダもそこまで悪くないです。めちゃくちゃいいっていう色はしてませんけど、そこまで悪くないです。メキシコもいいです。ヨーロッパですけども、イギリスも悪くはないです。この1週間は。はい。まあ見ていただくと緑色が目立つなっていう感じもしますよね。ちょっとここ赤色。アイルランドがちょっと悪いですね。はい。アジアを見ていくと、アリババだけちょっとくすんでますけど、あとは中国は今週はまあちょっと戻しています。戻している中でもハイテクがちょっと戻してるのは大きい。バイドゥもジンドンも戻してますね。うん。ハイテクが戻してるのは珍しい。アメリカは全然ダメですけどね。はい。日本はというと、まあ、くすんでますので変わらずって感じです。あんまり変わってないって感じです。下がってるものもあれば上がってるものもある。あんまり、トヨタでもマイナス 1.66 であんまり変わってないですね。で、台湾セミコンダクターでかいですけど、これがあんまり変わってません。だから、半導体銘柄は、アメリカの半導体銘柄は悪いですけど、韓国とかサムスンとか、台湾セミコンダクターは別に悪くないんですよ。だから、アメリカが今ちょっと調子が悪いっていう感じだと思います。はい。シンガポールもいいですね。オーストラリアもいいです。南アフリカちょっとですね。ということで、世界の動きを見ると、アメリカが今良くないよっていうのがちょっとわかるかなと思います。はい。ではですね、コモディティの方をせっかくなんで、バラエティコモディティを見ていきたいと思います。今日はね、久々ちょっと、コモディティをパッパーって言ってきますね。ドルインデックスと言います。はい。最近なんかドルがまだ強いのかわかんないですけど、ドルインデックスはいつも言いますけど、コモディティ商品と逆相関って言ってますけど、全然今逆相関してません。上昇トレンドのまま、今ドルインデックスは104、5月13日に104をつけてからちょっと下がってますけど、まだ高い位置にいます。だけど、コモディティも上がってます。まあ、インフレの関係が、原油の関係もあると思いますけどね。はい。ドルインデックスはこんな感じです。さて、篠目さんもお好きなニューヨーク原油でございます。4時間足です。はい。いろいろボラティリティは高いですけども、まあ、僕のこの見方としては、綺麗な上昇トレンドではないかなと思います。上昇トレンドだと思います。で、ニューヨーク原油のピークが130ドル。ウクライナのここ3月の8日。ここが130ドルです。で、一回ウクライナの関係でバーンと原油が上がってドーンと落として、またこう、4月の15日ぐらいから、まあ、ちょっとボラティリティは相変わらず高いですけど、ゆらゆら上がってきています。うん。だからこれ、上昇トレンドがうまくかけてるので、上昇トレンドではないかなと僕は思います。ただ、20倍ですのでね、レバレッジが。動きがすごいですからね。これ2週間で 11% 動いてますので、いつもまあまあ動きをしますね。はい。ニューヨーク原油でした。同じように、これが北海原油ですね。北海原油の方の4時間足ですけど、これも、最高値が、3月のウクライナの関係で132、ちょっと上に髭つけてます。139。これがトップですけど、まあ、ニューヨーク原油と同じように動いてます。ただですね、北
国会原油は114ドルのあたりが一つ、いつもここで下がってくるケースもあります。1回、2回、3回、4回と、114から5のあたりで何回もここで落とされてきています。今ちょうどね、112なので、これをね、110ここを抜けるかどうかという位置に来ています。基本的には、上昇、でもね、北海原油のがちょっとね、レンジっぽいですけどね、今の、4月のところからじりじりまた上がってきてるなって見方か、まあ、3月のところから見るとレンジに見えるかっていうとこですけども、北海原油の方はちょっと115というところがポイントかなと思います。この赤いラインがね。はい。はい。それじゃあ次、天然ガスいきます。天然ガスですけども、長期で見ればもう天然ガスは、4月が5点台ですね。から見れば、まあ、竜のように8点台まで行って上がって上昇トレンドには見えます。ただ本当にこれ1個でもすごいボラティリティが高いので、この山が。本当にこんな風に、これ緑のところが2週間ですけど、こんな風に持ってる人いませんので、これ、4400円。まあ、1株、1ロット、6万円ぐらいで持てば、6万円ぐらいで1株持てば、こういう風に、下落しても眺めてられるかもしれませんけど、そんな人は多分いないと思うので、はい。まあね、2週間でもボラティリティが 27%、こっちも 27%、この2週間でも 32%、ここも 29% ということで、すごいですね。30% 近く2週間でボラティリティがありますので、レバレッジ20倍でやれば1日か2日で吹っ飛ぶというような商品になってます。はい。まあ本当に一攫千金するなら、でもなんか高橋ダンさん、天然ガスよう本当やってますよね。で、最近なんか GMO クリック証券使ってるのかな？なんかよく GMO クリック証券って言ってますね。うん。スポンサーになってんのかな？ポストプライムの。はい。ということですね。はい。それでは、久しぶりに、ゴールド、シルバー、コーン、大豆。このあたりもちょっと紹介していきたいと思います。久しぶりだと思います。まず、ゴールドいきます。こちらの方がゴールドの4時間足になります。ゴールドはもうパッと見てお分かりですけど、ウクライナの関係で一時期2000ドルまで、金は上がりましたが、下落トレンドが続いているようなチャートに見えます。はい。今が1823。ここがちょっと V のダブルボトムみたいになってますけど、今ちょっと、1840まで来てますね。まあこれ上昇トレンドと言っていいかわかんないですけど、まだちょっとこう高止まりしてるので、もうちょっと、ここですね。1850を超えてきたら、上昇転換かなっていうところです。ただ、まだ下落の方が強いことは間違いないです。はい。まあこれ、だいたいこのチャートが、2ヶ月ぐらいのチャートになってます。2ヶ月ぐらい。まあ短期売買ですのでね。今見方としてはこのチャートはパッと見たときこれ2ヶ月のチャートになってます。下落トレンドかなと思います。でですね、シルバーなんですけども、作ったんですが、このシルバーの今の位置というか、この5月13日の位置が 20.7 なんですけど、シルバーめちゃくちゃ安くて、この 20.7 がどの位置かっていうと、ないんですよ。過去に。シルバーなんでこんなに買われないのかな？ちょっと今、冷やしに戻しましたけど、
いや、ないんだな、これが。2020年の7月、コロナ明けぐらいの水準が20代ですね。なので、このサポートラインをぶっちぎっちゃったんですよ、一回。はい。という、かなりの安値ですね、今。金は1760とかはかなり安値ですけど、まだ全然そこまでいってないんですけど、シルバーはめちゃくちゃ安いです、ここ。どうしてだろう。なんででしょうね。で、今、ちょうど、金と同じように、ちょっとボトムっぽい動きはしてますけど、今ここのね、21っていうとこも安い位置ではあるっていうことは事実です。ただね、まだね、完全に上昇トレンドになってるかはわからないです。やっぱり金の影響もあると思いますので、とにかく銀が安いことは事実です。はい。見方に言うとこれ逆三尊に見えますけどね。ちょっと上がるのかなって気もしますけど。はい。ということで、ちょっと銀が珍しい位置にいますということでした。はい。それではですね、コーンいきますね。珍しくコーンいきます。コーンの4時間足ですね。コーンがですね、農業商品ずっとみんな上昇トレンドかなと思ってると思うんですけど、ここ最近ちょっとこのコーンも上昇っていうか生産の関係もあるかもしれませんけども、ちょっとこう、高止まりしている状態です。若干下落トレンドもかけるようになりました。この1ヶ月ぐらいは、800から、770ぐらいのところを30ぐらいのあたりでレンジをしていますがですね、長期で見るとまだ上昇トレンドではないかな。下がってはないんですよ、完全に。高い位置で止まってるだけっていう見方もあります。これ日足にするとわかりますけど、ちょっとこれ細かいですね。日足にすると見にくいですけどね。日足にすると、高い位置にいるなっていう感じはしますね。はい。4時間足で見ると、ちょっとレンジっぽく見えますけども。僕はちょっと、コーンもしやれるんだったら、770のあたりでロングしてもいいかなと思って、ちょっとこれリスクリワードを入れてます。はい、ロングありかななんても思ってます。ただですね、コーンと同じような動きをしてるかなと思いきや、大豆が同じような動きをしていません。これ大豆の4時間足ですけども、大豆がすごい変な動きしてるんですよ。逆三尊じゃないんですけど、今の位置がかなり高い位置。すごい今週ね、大豆ギューッと伸びてるんですね。ずーっと。どうなんでしょうね、これ。大豆のこの過去の最高値が実は、1730近辺。何回もこれ一回1750まで行ってますけど、直近高値が1730。はい、なんです。何回もここつけてます。1730。で、今、またギュギュギュッと上がってきて、1710ぐらいまで超えてきて、直近高値が1700、ここも30ですね。そうなんですよ。ここね、大豆ショートかと思ったり、ちょっと考えちゃったんですけど、いや、コーンがロングで、大豆がショートってあるのかなと思って、動きがちょっと変わってるんですよね。小麦もロングかなと思ってる時もあるし、ちょっとここ本当に、大豆のショートはね、ちょっと、値動き的には、ありかもわかんないです。ちょっとギャンブルかもしれない。長期で持つんだったら、ロングだと思うんですけど、ただとにかく上がり方がすごい大豆は変わってます。ギュギュギュって上がってます。はい。はい。それではですね、久しぶりに、バラエティ部門の、ものをちょっと紹介していきたいと思います。これ、なかなか紹介しないので、レバレッジ商品ですね。はい。まずこちらの方からいきます。ビッ
クスのウルトラショートです。もうご存知だと思うんですけども、ビックスの、恐怖指数の、GMO クリック証券の、ウルトラショート、ティッカーコードが UVXY っていう人気商品です。まあ、下がってショートしていくやつですね。まあ、もうビックス指数皆さん今30ぐらいだと恐怖指数ね、見てると思うんですけど、ちょっとこの、ウルトラショートの場合、数値が違ってますけども、もうすぐね、売り気になっちゃいます。今もまたちょっと上がっちゃったので、このあたりで買ってるというか、ショートしてる人が多いみたいで、規制がかかっちゃいました。昨日かな？一昨日か。かかっちゃいました。まあ人気あります。まあそれだけスイングトレードするのに、この商品っていうのは、失敗が少ないからかもしれません。よっぽど恐怖指数でキャーンといかない限り、証拠金を入れておけば、ショート入れとけばスイングしていけるので、今みんな多分、組損になってるかもしれませんけど、高いので、必ず下がってくる時があるので、僕はまあ15ぐらいのところで買ってますけど、ショートですけども、まだ組損ですけど、そういう銘柄になります。ただ、これチャートを書いてますけど、基本、ショートでやるといいものだと思いますね。はい。今ちょうど、16ですね。まだちょっと落ちてくるかわかんないですけど、今高い位置にいます。ビックスのショートです。ウルトラショートですね。それで、これも面白いですね。最近ちらほらとやってらっしゃる方がいるみたいです。ビックスの2倍ベアです。今のビックスのショートの反対ですけど、ややこいですけど、ね、ビックスが、恐怖指数が上がると下がる商品です。ややこいですよね、これ。これなんでかっていうと、多分ですけど、S&P500 とかより、恐怖が来ると、これは落ちるので、差し値を入れておくんですよ。ここに、低めのところで。差し値を入れておいて、刺さると上がるということで、これ使い方として、多分ですけど、今のこのチャートを見て、いい位置で、こんにちは。こんばんは。お疲れさんです。あれですよ。サラさん、今日バイデンのこと話しました。はい。首脳会談のこと。はい。お疲れ様です。ちゃんとアピールしました。はい。もう消しちゃいましたけど。はい。よろしくお願いします。それでこのベアっていうのは、この見ていただくとか、ここに差し値を入れたりするといいです。今だとちょうどこの40、まだ含み損になってるかもしれないです。このあたりね。今の位置でも差し値を入れておいて、パーンと刺さるとキュッと戻る時がありますので、そういうスイングトレードするのにはこのビックスの2倍ベアっていうのも面白いかなと思います。これ本当はあれですよ。短期間ですよ。このチャートも1ヶ月で見てます。ここでパッと見えるチャートは3ヶ月ぐらいのチャートですので、はい。もう勝負するのはもう1ヶ月とかそういう世界で勝負してくださいねっていうことで、もう本当に遊び程度でやってくださいね。もう今なんか、投資してくださいねってなんか言うと、すごい責任感じちゃうので、本当遊び心でね、ビックスを見ていって勉強してもらえるといいなと思いました。はい。はい、はい。そうやって言うんですかね。バイデノミクスって言いにくいですね。バイデノミクス。なんかロボットみたいですね。はい。じゃあ、いろいろ話しながらちょっと行きますね。さあ、出ました。新しい商品でしたよね。なかなか紹介できなかったんですけど、新しくないこれは前からあった。ダウの3倍ブルの4時間足になります。もう、こういう、ブル商品は、今は皆さんご存知の通り、低減によりますので、ダウであっても、綺麗な下落トレンド。少し、
安いのでショートをしていきながら、どこまで落ちるかなっていうことで取り組んでいただければいいのかななんて思ってます。もう3倍ブルですので、下がる時にも勢いよく下がってまいります。はい。こういうのちょっとね、お試しいただくといいのかななんて思います。ダウの3倍ブルは割と安定してショート狙ってもいい試合かなと思いますね。はい。ちょっとこうパッと見ると、ピークが1月88ですけど、今が51になっておりますのでね。はい。まあ面白い商品かなと思います。しっかり下落トレンドになっております。はい。それからですね、これで新しい商品で、あ、そうだ、売り金だったわ。GM クリック証券、このダウとナスダックブルー、売り金になってました。すいません。もしかしたら売りできないかもしれないです。はい。ずるいですけど、GM クリック証券、なんか自分に都合悪いなと思ってすぐ売り金にしますよね。はい。4月26日から売り金、もしかしたらずっと売り金なのかな、ナスダック。あれ？解禁されてないのか。すいません。もしかしたらこれ買えないかもしれない。また、注意喚起のところ、また特集でやりたいと思うんですけど、今、売りたいのに売れないみたいなやつをちょっとね、チャートも紹介していきたいなと思うんですけど、その中の一つでこう、ナスダックのブル3倍。ティッカーコードが T999 と言いますね。これの売りが、こんな感じですね。ものすごい勢いで落ちてます。こんなん積み立てしてたら、まあ、資金なくなる。すごいですね。はい。ちなみに、ナスダックのブル3倍は、ピークが89。今が25。89から25ですもんね。はい。これ早く気づいて売ってるやつはウハウハしてるんですかね。そんな感じです。綺麗に下落してます。はい。じゃあ、あともうちょっとだけね、いきますね。ETF です。金と銀の ETF、原油ですね。まずこちら。ピッカーコードが UCO と言います。原油のブル2倍です。原油皆さんさっき見たと思うんですけども、原油はニューヨーク原油、それからイギリスの北海原油ともに上昇トレンドだったと思います。ただこれ原油のやっぱり ETF は若干値動きが違います。出来高もちょっと少ないですけども、上昇トレンドだけど2倍のブルでもそこまで2倍になってるような動きしてるかみたいな感じです。最近はね、はい、一時期カーンと上がるときすごかったですけどね、3月の上旬は。これ1日の値動きが2倍とかなので、ちょっと違うんですけども、やっぱり。で、GM クリック証券がちょっとあまりにもこのブルが、指数が高くなってきたと思うんで、5月に25日に4分の1に分割します。で、分割ってこれ何かというと、値段が今174なので、4分の1になるので、今度またこの値段が一気に5月26日から40ぐらいに数値が落ちます。で、4分の1分割なので、今持っている 1CFD が4倍になるのかな。はい。損益は変わらないんですけど、指数が、持っている人が4倍になって、この数字が、4分の1になります。株式分割と一緒です。Amazon が株式分割しますね、今度。20倍 ?20 分割するんですかね。もともとすごい高かったですけどね、Amazon。今更って感じですけどね。株式分割して、今更 Amazon 買う、どうなるんですかね。あんまりいい材料とは思わないですけど、テスラとか Apple やった時すごい調子良かったですね。何やっても、去年良かったですよね。はい。ちょっとここ、ブルはこんな感じの値動きです。上昇トレンドではあるんですけど、
そこまで上がってないよっていうことですね。はい。まあ、安定して持ったり、だったらあれか、エクソンモービル持った方がいいのか、ちょっとこれは好みによると思います。2倍まで全然上がってません。はい。それよりですね、面白いのが、この原油のブルーじゃなくてベアの方は面白いです。原油ベアですね、これ。ティッカーコードが SCO と言います。原油のベアですので、ベアですから、原油が上がれば下がるというものです。これがですね、面白いんじゃ、なんて言っていいかわかんないですけど、面白いっていうのが、もう、今、あれなんですよ。数字が 4.6 なんですよ。4.6 ですよ。中国の ETF と同じぐらい。もう、指数がなくなって、今度こっちが5月25日に CFD が統合して、ついに値動きがもう小さすぎちゃって、今度5倍になります。4.62 なので、多分5月26日から25ぐらい数値が上がります。はい。ということで、まあもう数字がね、もうないので、こういうのも変わってくるんですね。統合したりとか、分割したりするんですね。なので、ブルが、分割。で、ベアが統合されるということです。で、動き見ても、原油のベアは、なんかよくわかんないです。値動き自体本当によくわかんないですね。はい。やってる人いるのかなこれ。っていうぐらいです。まあ、ちょっと分割した時のこの値動きもまたね、どんな風になるか見てみたいなと思います。はい。レア好きな人がいたりしてね。はい。それから、こちら、Amazon 1ヶ月で30。そうですね。はい。はい。ちょっとこれ、ごめんなさいね。見ますね。月のパフォーマンス見ます。いやー、はい。今、ちょっと今月のパフォーマンス見ました。眩しいですね。あ、すごい。メタがプラスですよ。今月。2.91 プラスですって。すごいですね。この Amazon、テスラ。あ、でも今週ウォルマートがとコストコがランクインしましたね。この真っ赤に。はい。1ヶ月で 30% 落とすって、レバレッジも効いてないのに、もう怖いですよ。はい。こんな感じですね。1ヶ月のパフォーマンスね。はい。すごいね。Facebook、ファイザー、今全然関係ないとこ言っちゃいましたけど。メルク。まあ、エクソンモービルとシェブロンはわかりますけどね。とにかく大型株がすごいこんだけマイナスっていうのはすごいですよね。もう、大きいですね。しみじみになっちゃい。はい。しみじみっちゃ。もう少しいきますね。これ中国株ですね。はい。これ、今日、世界の ETF はちょっとできないので。あと2つほどやって終わります。金、違う、そうですね。金の ETF の2倍ブルです。金の ETF、久々出しました。金のブルですけども、金自体は下がってきているので、このブル商品はみんな今売りを仕掛けている人が多いです。なので、もしかしたら今 GM クリック証券は金のこのブルは売り金になってるかもしれません。それぐらいブル商品でも売りが早いと低減が来ますので、ね、もう正直言って今回レバレッジで分かったのは、ブル商品もベア商品も、基本、売りの方がチャンスが多い気はしてきました。今年はですよ。去年みたいに上がり一辺倒のナスダックみたいなのは別ですので、ああいうのを除けば、今年とか、レンジ相場に関しては、ブル商品は下がってく
な気はします。で、まあ、今ちょうど本当に、金は下がってくる。より下がってますよね。41? いつのかなり落ちましたね。はい。まあ、短期間でやるのは面白いと思います。まだショートしてもいい感じですけど、まあ、売り切りなのでできないですけど。で、じゃあ最後に、金ベアいきます。金ベアなので、まためんどくさいですけど、金が上がると下がるもの。ということで、金が今下がっているので、ベア商品は上がっております。金のベアはロングで持っても面白いかもしれないですね。はい。あと指数が意外にベアの方が今16っていうところなので、この指数が小さいので、指数が小さいものって、ちょっと言い方あれですけど、パーセンテージ的に値動きが荒いと思います。まあ、なんていうのか、ボラテリティが高くなっちゃうというか、これが、3桁より2桁の方が当然1個に対する指数が、ね、動きが早いので、こういったベア商品でちょっと持って、ロングで買って短期で売るっていうのも面白いかもしれません。ただちょっと今上がりすぎた感がありますので、まあこの赤い線の 14.5 っていうところは一つ良かったのかなと思います。まあベアショートも今ありか。難しいですね、ここ値動き見るのね。一応テクニカル上だと上昇トレンドからまた一つ移動平均線が下に移っているので、ただ金スポットが今ね下がっているので何とも言えないですよね。1800金1820、これ今1846ですよね。今のところでまあまあ安定してるんですよね、金は。また何か金は株式が暴落したらゴールドに逃げる人もいるのかな、ちょっと暗いですかね。はい。という感じになります。はい。今日ちょっとすいません。こっちの世界の ETF できなかった。先週、土曜日やったんですけども、まああんまり変わってなかったです。まあこのチリとかはちょっと上がってましたけど、新興国、ブラジルとチリとオーストラリアあたりは良かったのかな。はい。っていう感じでした。あとはそんなに変わってませんでした。アジア相場も。はい。ということでしたね。はい。それではですね、すいません。いろいろ喋ってすいません。無視しちゃって。政治犯、そうですね。言ってましたね。ベソスさんが。はいはいはい。民主党批判してましたね。はい。なんでしょうね。ベソスさんなんかあったんですかね。インフレに対することなんですかね、やっぱり。アマゾンが下げてる、インフレ懸念というのが、やっぱりあるのかな。はい。それではですね、一つ、ちょっと先の話なんですけども、火曜日はね、普通にできるかもしれないんですけど、今週の木曜日が、もしかすると11時半か、できるかわからない状況かもしれない。ちょっと何かというと、ちょっと仕事が、一個増えることで、まあ変な話、家庭教師がちょっと要望がありまして、そこはね、ちょっと遠いんですよ。東雲さん家の近くっていうか、常滑今言っていいのかなこれ。まだ。まあ一応、の方にちょっと、木曜日行かなきゃいけない関係で、常滑からね、まあ帰ってくる時がね、多分11時ぐらいになっちゃうかもしれないですよ。1時間ぐらいかかるので、僕、セントレアっていうか、あっちの方から、中部国際空港のあたりから。なんで、
もしかすると、11時半か、できるかわからない。ちょっと様子見ていきたいなと思います。まあ、簡単になっちゃうかもしれませんしね。遅くなりますけどね。まあ、もし、何か、相場のこととかで、テクニカルでできることがあれば、結構ね、今、こういうチャート書いてはいるんですよ。書いてるんだけど、なんか余計なこと喋ってるのか知らないけど、あんまり紹介できてないです。はい。今もね、自分もあんまり、チャートは書いてるんですけど、トレードしてない部分もあるので、なんかどっかで書いてるだけみたいな感じにもありますけどね。あ、でもアメリカの株ね、もうちょっと、下落トレンドなんですけど、ちゃんとこう書きたいなと思ってます。で、中国株はね、まあ割と書いてます。うん。なんかどっかで紹介したらずるずる紹介しきれないままっていう感じになってますね。うん。なんかニュースがあればまたちょっとね、交えて、チャートも出していきたいなと思っております。はい。すいません。木曜日もしかしたらちょっとまだわからないですけど、まあ火曜日何か動きがあったらね、またちょっとお話、ネタを用意して、楽しくね、話をしていきたいなと思っております。はい。あ、商売繁盛はいいことです。常滑、まあまああります。はい。そうですね。商売繁盛なんですかね。わかんないですけど、まあ、中学3年生の子がちょっとね、困っていらっしゃる方がいるということで、ご指名を受けまして、どんな感じかわかんないですけど、ちょっと、やれる。木曜日がね、もしかしたら遅くなるかもしれないので、まあ、今、相場、チン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 ってやらなくなったから、まあね、しめじいさんは本当に申し訳ないです。いつも眠たいっていうか、いつも、もしかしたらもう寝てらっしゃるかもしれないですけどね、12時にね、寝てらっしゃるので、はい。僕もね、早起きしてたんですけど、早起きできない日もできたりとかして、ダメですね。はい。火曜日はなんか、形でできればなと思っております。はい。はい。それじゃあ、今日はそんな感じで、サラさんもいつも遅くまで、来ていただいてありがとうございます。対して、僕もこう雑談みたいな感じでいつもなってますけどね。またよかったら遊びに来てくださいね。はい。それじゃあまた火曜日ね、11時に、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。